待って、嘘でしょ。いやいやいや。Hello everyone、大家好、皆さんこんにちは、ひときです。今日はスペシャルなゲストに来てもらいました。ロレッタさんです。ヤッホー Hello 大家好こんにちはちょっと中国語できるんだよね。ちょっとね。そう。で、ロレッタさんは日本語ペラペラなんですけど、そのロレッタさんのチャンネルでは日本語以外にもなんか日本の文化とか、あと学校に行ってなんかその様子を撮影したりいろいろ撮ってるので、ぜひ皆さん見てみてください。僕は台湾で留学していたので中国語を話せて、ロレッタさんも日本語を話せるので、今日はどうやってネイティブからベストな方法で言語を勉強できるかを、ちょっと皆さんにシェアしたいなって思います。はい。やっぱり最初言語勉強しようって思って、勉強し始めて、じゃあ次はちょっとネイティブと話してみようとか言って話そうとするけど緊張しますよね、やっぱ最初。最初にじゃあなんでネイティブから言語を勉強するのが難しいんだと思いますかね。いろんなところありますよね。なんか例えば、なんかすごい自分の中で緊張してて、本当は理解できてるはずの言葉があっても、緊張しすぎてなかなか聞き取れないとか、なんか壁を自分で作っちゃうなるほどねみたいなのが結構私もあったけど、でなんかもう一回言ってくださいとか言ったら、そういうことか、全然してる、なんで聞こえなかったのとか、そういうのが結構あって、なんか緊張しすぎて受け取れない姿勢なるほどねっていうのが一つかな。なるほどね。なんかネイティブだとそのなんてテキストと違って、その一つ一つの綺麗な発言っていうよりも、その間のつなぎ方のむにゃむにゃとか、そういうところが慣れてないから、誰びっくりした間にある言葉わからないから、なんだろう、聞き取れない。なるほどね、そういうのもあるんか。僕が一番、もう本当一番問題じゃないのかなって思うのは、言われて理解できたら直さないし、どうやって説明したらいいかもあんま分かんないというか、一番はなんかコミュニケーションをこう止めるのは嫌だから、意味が分かったら普通に返す。そうするとなんかなんかレベルは、日本語のレベルはそんな上がんないし、そういう経験もやっぱある絶対ある。あるよね。本当にここで一応会話を止めて、こうですよとかこれですよとか直したら、もう逆にまた緊張してしまうから、ダメですよねとかなっちゃいますよね。間違ってるよとか、そんないちいち止めてたらコミュニケーションできない。そう先生。先生はね、先生はいいんだけど、例えば普通にいる日本人友達とかは多分あんま教えないんじゃない？ロレッタのここ日本語間違ってるよとか。そう、いつも後から言っちゃう、なんか動画の中でとか、なんかちなみにこれちょっと違うけどねとか、あんまり自然じゃないなとか、今更もっと早く言ってほしい、そういうのって。そうなんだよ。でもその人はまだ教えてくれるからいいけど、多分普通の日本人、多くの日本人は教えないと思うんだよね。意味が分かったからわざわざ言わない。友達だし。だから本当に自分からこれ合ってますとか聞かないと。そうでもそんなんできないじゃん普通。なんか毎回合ってますってなんか邪魔したくないしとか。ないね。それでコミュニケーションを続けるために日本語の文法とか、そういうの教えないし、あとはなんかトピックとかもなんか見つけるの大変だし、難しい政治とかそういうのだとあんまり普通の生活で話さないから、そういう言葉とかも勉強できないと思うの。じゃあどうしようって俺が台湾で考えた時に一番いいなってやっぱ思ったのは言語交換かな。Language exchange。言語交換って言っても、言語交換をするとちゃんと日本語の時間、英語の時間とか時間で区切るし、しかも勉強だからお互い教えるっていうのもあるんだよ。多分みんなは言語交換ってどうやったらいいのっていうのが分かんないと思うから、今日はもう俺の中国語がほぼそのゲームでできたと言ってもいいぐらいのそのゲームを、自分で作ったんだけど、それをちょっと一緒にロレッタさんとやりたいなと思っています。お願いします。イエーイ。
よし、これで私も中国語身につける。中国語の言語交換やる？我要学中文。你要学中文？日本語も勉強したい。日本語じゃあ今日は日本語と英語ですけど、今日は日本語だけを見せたいと思います。はい本当はスイッチをするんですけど、今日は日本語だけって。僕が考えたそのゲームっていうのは謎なんですけど、苦手？どうかな。どうか頭がな？変だから、いつも変なツッコミに。本当？じゃあもっと楽しくなるかもね。僕が考えているもののヒントをいくつかあげるから、はいそれでそのものは何だろうって考えてほしいの。はいはい。最初に僕がヒントを日本語で言って、でまずその言った日本語をまず英語で翻訳してほしいの。あはは。でそれでちゃんと聞き取れてるかなっていうチェック。あら。そうもし聞き取れなかったらその単語何とか、はいはい。あとは知らない表現してたらメモしとこうとか、本当はメモしてやるんだけど、で OK。 2個目のヒント言ってまた翻訳してみたいな感じ、うんうんうんで大体いつも5個ぐらいヒントを言って、最後に何だと思うって言って、これだと思うって言ってもらって正解とかで、いいね。そう正解じゃなかったら逆に日本語で俺に質問する。あそうで毎回日本語で質問してもらったら今度は俺が英語で翻訳するっていう風に、こう毎回翻訳を必ず入れるかな。そうこのゲームが終わったら今度はロレッタさんが俺に質問を日本語でする。日本語でそう今日本語のタイムだからやだ。で俺が英語で翻訳する。そこれはうんこれはロレッタさんが日本語の能力がスピーキングが必要ですよね。そうスピーキングのやつで、その日本語のゲームだけど俺の英語の練習にもなる。なるほど。そうっていうのをやろうかなって思っていて、いいですね。いいですか？挑戦します。じゃあ頑張ろう。皆さんもちょっとこれからやるゲーム一緒に考えてみてください。じゃあもう早速やります。 OK。 じゃあ1つ目、最近世界で流行っているもの。 A recent trend。世界。A recent global trend。今1つかな。で最近はいろいろな種類が出てきた。 And recently it has many different varieties。 OKOK で3つ目、今はみんなが持ってると思う。持ってる。持ってる。今はみんなが持っていると思う。 So everyone has it now, I think I think。でしょ？そうおすごいね。全部もう日本語ペラペラすぎてちょっと全然いやでも本当に何をヒントしてるか想像つかない。本当。うん。みんな持ってるって言ったけど、もし持っていなかったら他の人は嫌な思いをすると思う。不快な気持ちになると思う。 So I said most people have it, but if you don't have this, it'll actually make the person kind of upset, angry, I think it makes other people feel uncomfortable. uncomfortable だね。今んとこわかる？なんかいくつかの本当？方法があります。じゃあ最後ね、はい最後のヒント。最後のヒントはよく5枚売りとかのセットで売られている。ごま5枚売り？ 5枚売り。5枚入っていて1セッわかったよし。So normally it's sold in sets of 5. ト。そう。And because he said my, it's a flat thin thing. お Extra number 6 hint. っていうことは？ということは in English? 日本語で日本語マスク。正解。マスク。ただーん I'm genius。そうで今例えばはい5枚入りっていう言葉がちょっとって聞き取りにくかったらメモで5枚入り5枚入りっ。ってて書いて、なんでごまってそうそういう風にどんどん貯めていくといいかなって。普通自分からはそういう言葉出ないから、なんかインプットもしないとやっぱりなんかレベル上がんないと思うから、このゲームはちょっといいかなって。I see。で次はロレッタさんが日本語で説明する何か。ヒントでそうちょっと考える時間を。多分最初はこう大きなもののヒントがいいかな。いきなりすごいそう一箇所だと俺も英語で言語交換やったことないからちょっとできるかな。頑張る。じゃあこうできるのかな。じゃあこれは場所です。 This is a place。日本の独特な文化の一つ。 One of Japanese unique cultures。よく
チェーン店じゃなくてもっといいもっといい。店があります。ああ、俺だったらこう言うかな。これはチェーン店じゃなくて、ローカル。あ、そういうこと？ローカルな感じ。なんかもうできるだけヒントをあげないように。ああ、そういうこと。言葉の問題じゃないじゃん。あれそういうことか。なんて言います？これはチェーン店じゃなくてローカルなお店です。店があるところ。店があるところ。This place doesn't have front. Wait. 待って、この店は待って、難しいね。この場所はフランチャイズじゃなくてローカルの店が。がメインかな。So this place mainly has not franchise but local restaurants. 大丈夫？大丈夫です。OK。で、そうだね。俺は多分もうこれで分かってるじゃん。待って、でもまだわかんないよ。なるほど。ああ。分かったじゃまあでも練習だからちゃんと5個は最後まで言ってん。ね。で、なんだろう。なるべく難しくそう自分の日本語のそのマックスを出す感じで食べ歩きもできます。おお、食べ歩きって言葉知ってるんだ。いいね。そう、You can eat while walking. You can enjoy street food っていう言い方もあります。なるほどね。じゃあ俺も書かないとね。You can enjoy street food. Street food。そう。食べ歩きがなんかもうバズワードとしてはストリートフードかな。ああ、ストリートフード。ああ、なるほどね。ここで使うんだ。思ってメモするかな。そうそうそう。で、最後は、最近、こういう場所は大変だけど、もっと続けてほしい。なんだろう。なるほどね。最近こういう場所にあるお店は大変だけど、できれば続けてほしい。っていうのはヒントではない意見。で、そう。でもなんかどうやったらナチュラルになるかなっていうのが分かったからそれをこうメモしてほしい。そういう感じで。ヒントじゃなくて意見ですね。Restaurants there are having hard time now, but I hope they can keep running their restaurants. Keep going でもいい。Keep going. シンプルだね。あと stay in business. Stay in business. So I hope they can stay in business. なるほど。勉強になった。なんか俺が教えてもらっちゃってるね。じゃあ答えは浅草。違う。待って。嘘でしょ。いや嘘でしょ。いや、浅草はその一つ。なんか種類かな。種類？場所だよね、場所。場所の。そういうこと？繁華街？そんな難しい言葉使わないよね。いや、もうちょっと違う。ちょっと具体的な名前じゃない。繁華街のなんか妹。おばあちゃんかな。おばあちゃん。老舗？違うよね。そんな難しい。ごめん、難しい。いや本当に。そう、老舗っていうのはちなみにすっごい昔から続いているお店のことを老舗って言うんだけど。っていう感じでこういう風にね、こうメモしたり、そう。なるほど。そう。なんか一つの一軒の店舗じゃなくて全部このエリアの名前。浅草エリア。違う。なんだろう。マジでわかんない。じゃあヒント、最初の一文字何？日本語。さの行から始まる。さの行から始まる。作業か。小から始まる。そういうこと？商店街。はい。そういうことか。さから始まらない。作業じゃない。作業じゃない。合ってる。そういうことか。商ってね。何を想像してんの？なるほどね。商店街の英語ってなんて言うんだろう。あんまりない。あんまりないか。そうか。日本独特なカルチャー。なるほどね。かな。なるほどね。バザーとかそういうなんだろう。ショッピングアーケードっていう言い方はあるんだけど。なかなか年寄りじゃないと分かんない、それは。そういうことか。何？ショッピングストリートかな。ショッピングストリート。わかりやすい。のかな。なるほどね。ごめんね。繁華街って言った？繁華街っていうのは商店街の半分だけ？なんかね、違う。繁華街の繁はなんか人がいっぱいいるみたいなイメージで、よくあれね、
中華そう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 中華のやつそう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 なんかそう中華街とかあるじゃん、ああいう風にたくさんお店があってなんかみんなが人がいてワイワイしているところとかは繁華街っていう。で別になんか一つのストリートだけじゃなくてもっと大きい規模のなんかエリア。そう俺はそう思ってる。なんか少し大きいエリア一本の道じゃなくて、そうで本当だったらこの後英語で、そう例えばなんだろう The shape is round とか言って日本語に直してもらって、できないのかな。そういう風にさっき日本語バージョンでやったじゃん、の英語バージョンでこうさっきみたいに続けてグッといいね。そういいでそれを俺は6ヶ月やったらまあ全然に中国語では困んない。でもなんか分かる、すごいもう普段のゲームよりもなんか筋肉痛ができたこれ筋肉痛ができたなんか疲れたってなるほどねちゃんと脳の筋肉痛ができた。そうするとやっぱ普段使わないフレーズとかもこうあれなんて言えばいいかなって考えるからこう言おうとするし、そうだからボキャブラリーも増えるし、聞いて例えば「老舗」って言葉今日覚えたら、今度使おうとかできるから、それが俺はね一番いいかなって思って、一番いい方法の一つかなって思って。なんか本当にもう筋肉痛なんかすごく疲れるよね。なんかただのスピーキングリスニングとかじゃなくて本当のなんていうの積極的なスピーキング、考えながらこういういろんな表現の中でこれが一番合ってるのかなとか、で翻訳しながらそういうふうに言ってしまういろんなギアがそうだよね。なんだろう回ってますね。走る回る回るでいいと。回るね。回る。そうでまたメモしないとね。回るね、もうメモしないとね、もう何もかもがメモになっちゃうそうそれを続けるとそれも筋肉痛の一つ。そうそれもなるほど。まあこういうふうにゲームすればいいと思うんだけど、あとそうロレッタさんにもう一つ聞きたいのがなんか多分海外の日本語勉強してる海外の人は、こうやっぱ日本人と会話を続けるのが難しいなって思ってると思うんだけど、ロレッタさんは日本人と話す時、特にこうあんまりそんなに喋れなかった時とかはどういうふうに会話を続けようとかしてた？褒める。例えばどういうふうに褒めるかな。なんか褒める前の言葉かなと、なんか例えばストリートフード、例えばその商店街とかショッピングするときに、じゃあ、これ欲しい、これくださいとか言っちゃうともうその場で終わる可能性も高いから、逆にそれが美味しそうと言いたいからそれまでのいろんな表現をやってみる。なるほどね。なんか最終的にはそれ美味しそう、なんか美味しそうっていうだけだとあんまりもう進まないから日本出てこない、だけどなんだろう、それ何ですか、何が入ってます、材料は何ですか、ピーナッツ入ってますか、アレルギーはこうだけどこれ大丈夫とかいろいろもう攻めてなるほどね。お店の人と練習するんだね。ちょっとこれは俺やり方かもしれないんだけど、どうせいるから。そうだね。おもてなし絶対するから。確かに嬉しいと思うよ。話しかけてくれたら、お店の人も。あとタクシーすごい好き。そうなんだ。お金かかるけど、とりあえずタクシー乗ってバーッと話しちゃう。ずっと話してるんだ。例えばタクシーの人だと何を話す？この前のお客さんどうだったとか。なるほど。なんか今年儲かってる？結構攻めた質問するね。タクシーの人も多分ってなっちゃう。絶対バーンってなんないようにね。もう一つは、すごい乗りやすい表現を使う。なんだろう、なんかタクシーに入ってこれタクシーだけど、なんかタクシーに入って疲れた、やっぱり今日は大変だった、今の何やったっけってなんかすごい、とりあえず文句言って、お客さんどうしたんですか、なんかあったんですかとか、なんか餌を与えてちょっと待つって感じなんだね。って言いながら聞いてください、私のことを聞いてください。なるほどね、それもテクニックだね。褒めるか餌。褒めるか餌なんだね。自分かあなたっていう。なるほどね。他にも聞きたいのがあって、
最初日本語をこう書いて頑張って覚えたと思うんだけど、うんどのタイミングでこう日本人と話すようになった？はい、なんか書いて例えば N5 ぐらいのレベルになったらちょっと話してみようかなってなったのか、それとももう最初からこう話して覚えようとしてたか。N5 からかな。最初はやっぱちょっと自分でやって少し単語とか入れて使ってみる感じか。そうだね。だけど唯一にちゃんとした授業があったんですよ。高校時代。そうだからなんだろう、スピーキングの小テストとかは必ずあったがすごいもの、その段階だと全く喋れなかった本当。だからセリフを覚えといて、用意して覚えといて発表したなんか演技みたいに。なるほどね。セリフを覚えるのは大切だよね。意外とその覚えたセリフって使う時がね、使う時便利だもんね。そうで、あとなんかこんな人と会うと絶対このセリフを使っちゃうとか、授業の中だと絶対になんていうの、知らない単語が怖いから、とりあえずできる範囲の何かの質問とか何かのトピックが出ると、絶対にその時に私が答えますとか私が言っちゃいますっていうのをなんか何回もしちゃいました。じゃあ一番最初の文章だけ覚えとく。で最初に「はい先生、私が読みます」って言って終わりっていうのをよくやっちゃってたっていうことはちょっと後悔してる？そっかそっか。ちょっとね。でも分かる。自分の得意なところに、逃げるっていうか、それをメインにやる感じは確かに分かる。で、そう今日やったその言語ゲームはもう逃げられないっていうか、逃げられないじゃん。もうだって訳してとか、あとは思い浮かべたものを表現しないといけないっていう意味でなんかいいかなって思ってて。いいね。もう一つ録音録音もよくしました。録音ね。なんか例えばこういう、メモはすごくいい。でさらに自分の声を慣れてこないと、なんだろう、本当にどういう段階にいるか想像できない。確かに。だから録音はすごいクリンジなんていうの、痛い。そうだね。ちょっとその日本語実はないんだけど、そうだよね。っていう感じね。ってなるんだけど、自分の声を聞きながら日記、オーディオ日記、オーディオダイアリーみたいなのをやってた。中国語もやった。本当？それそうなんだ。だから発音上手なんかな。確かに自分をなんていうの、エコールームの中でそうなんだ。響いていて。じゃあさっきのゲームの時に録音しておくのもすごいいいかもしれないね。2人でさっきゲームやった時とかね。これがもう俺の意見とロレッタさんのこう合わせた技でこうすごいいいね。そうだからぜひやってみて。これいいよね。すごい本格的。本格的？ゲーム。本当？逃げられない。そうロレッタさんもね好きでなってくれたみたいなんで、もう多分もうほぼ日本人なんでもうね覚える必要ないんですけど、お互いなんて知らなくてもう今度中国語覚えるときにね、中国語覚えるときにやってみてください。はい。じゃあ今日は本当にいろいろ来て、あとコラボも一緒にしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。勉強になりました。はい。あとロレッタさんのチャンネルをもちろん登録と、あといいねもお願いします。あと僕たちコラボしたので、その動画もロレッタさんの中にあるので、それもぜひ見てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。楽しかった？楽しかったです。なんかロレッタさんやっぱ話すんが上手ですよね。なんか本当にそれ思ってて、動画見てた時から思ってて、コミュニケーションが上手で、ツッコミが多い。ツッコミが多い。そう、しかもなんか日本の結構日本人しか知らないツッコミとか知ってて、いやすげえなって思って。あれはすごい。もう最近ネットフリックスのおかげ。ネットフリックスです。そう。何見てる？釣りばっか西とか。釣りばっか西とか。ちょっと昔のだね。そう。あれトラさん。めっちゃ昔じゃん。なんか好き、めっちゃ好き。汗がある、ちゃんとした。そうなんだ。日本語は結構わかる？難しい？いや、トラさんもちょっと聞きにくいからね。そうだよね。年齢が高くてちょっと声もなんか男っぽいというかって感じだとね。例えばじゃあおすすめの番組とかドラマとかさ、ドクター X がちょっと使わない表現がいくつかあるんだけど、それ以外の話し方はより自然。
確かにそうかもしとれない。思ってた。そうでも気をつけてほしいのは、あらギョイギョイとか絶対言わないから絶対言わないで絶対言わないから、病院で言ってるもちろん聞いたことないし絶対言わないし、なんかあんな日本の医療のシステムもあんなんじゃないからね。なんか昔聞かれたことあって、日本の医療ってドクター X みたいですかって聞かれて、いやいやそんなことないそうそうそうかもう大好き。もう一つ、うんアリス・イン・ボーダーランドとかなんか最近もともと漫画あ、そうなんだ。に基づいてできたなんだろうドラマあみたいなネットフリックスの最近のシリーズができたんだけど、なんだろうちょっとホラー系っていうかあーちょっとガッツなるほどね、ガッツがいる。が絶対そういるから。でもあーなんかだけどその使ってる日本語とたまになんかテクストメールするときにうんその画面に映しちゃうから、うんうんうん見やすいっていうか、ああ、なるほどね、あのそういうことかそのガッツが我慢できればなるほどね。あとドクター X もそうだけど本当まあそうだね。でも確かに怖い経験があると、うんなんか逆に覚えるかもね。うんあの時だって。ってそう絶対やるからそうなるほどね。そうそういうことか。みんなちょっと uncomfortable 不快深い、そう深いになって不快になって確かにその方が覚えるからね。そう勉強してください。あーなるほど、もうすごい楽しいお話を今日はありがとうございました。じゃあこれこそバイバイ、本当のバイバイかな。じゃあバイバイ、ありがとう。